こんにちは、ゆうたいまいです。お久しぶりです。今回はですね、全国のゲームセンターで稼働しているマイマイデラックスというゲームにね、僕の曲が入ったので、そちらのプロジェクトファイルをね、解説していこうと思います。ヘカトン経由はですね、ボス曲っぽいハードスタイルっていうオーダーだったので、そちらを踏まえて、ちょっとクワイヤとかね、壮大な雰囲気を入れつつ、テンポチェンジとかね、その音ゲーとして高難易度になりやすいギミックを多く取り入れた曲になってます。リリースされたのはついこの前なんですが、作ったのはね、結構前なんで、ちょっと忘れてることとかあると思うんですけれども、そちらはご了承ください。それでは実際に見ていきましょう。まずはイントロからちょっと流していきます。最初はこんな感じですね。まずこのイントロのボーカルは、バーチャルライオットのサンプルパックに入ってた、なんかよくわからない、何言ってるかは全くわかんないんですけど、いい感じだったので使いました。結構最初からね、リバーブが深い音でかなり使いやすいですね。処理としては OTT かけて、EQ でローをカットしてみたいな感じですね。あとは、そうですね、このクワイヤのパート結構特徴的だと思うんですけど、この曲。で、まずここのイントロではね、この、をこう、リバーブをかけて、それをリバースしてって感じで、こう、ぐわーっと入る感じでやってますね。重ねてる音としては、これがクワイヤの基本の音ですね。で、もう一個クワイヤ重ねてて、これは、多分、オクターブ下で重ねてますね。これをやることで結構音に厚みが出るので、僕は結構オクターブで重ねるってことをよくしますね。で、もう一個は、あと、ブラスを重ねてますね。いい意味でも悪い意味でもちょっとチープなブラスの音があって、これをよく使います。こんな感じでやってますね。で、この3つを、OTT して、ローカットと、あとハイをちょっと上げてみたいな感じで、リバーブかけてみたいな感じでやってますね。次はですね、このドラムですね、ビシビシっていう、こういうリズムでやってますね。あと、このリズム刻んでるのは、このスクリーチみたいな音も入れてますね。こんな感じで。一個ずつ説明すると、これはキックで、これはワブルベースを2回同じ音鳴らしてるだけですね。あとクラッシュを結構歯切れよくこう途中で止めてミュートしてる感じでやってて、あとはこれは何だろうな、このグリッチっぽい音とスクリーチの音を組み合わせてやってる感じですね。これも OTT かけて結構ディストーションかけて、歪ませて、なおかつこのサイドチェインでダーダーみたいなこの裏拍で入るようにして、ローカットしてディレイかけてリバーブかけてみたいな感じですね。続いてスクリーチを見ていきましょう。ここですね。ここは結構シンプルな昔ながらのワブルベースが鳴ってて、で、ここでスクリーチが鳴ってるみたいな感じですね。ワブルベースを1個解説していくと、これはサブベースが鳴ってて、これスーパーソーをね、結構低い音で鳴らしてて、それをレイヤーしてますね。これは、昔ながらのワブルベースみたいな感じで、インフレーターをかけて OTT みたいな感じで、これもいつもの処理って感じで、特に難しいことはしてないんですけど、ただ他のと1個違うのは、これですね、このコーンフィルターで僕結構
ダブリングをするんですけれども、この左右から聞こえるようにするっていう。で、このワブルベースをダブリングすることによって、後半キックと一緒になるんですけれども、その時音域がバッティングしないようにですね、キックが真ん中になってて、ワブルベースが左右からなるように聞こえるんで、かなりミックスでいい感じになるっていうことをやってますね。なんで今結構広がったように聞こえると思うんですけれども、これ外しちゃうと、すごい真ん中で聞こえてきてね、ちょっとね、これだとキックと結構音が混ざっちゃうんで、あんまり混ざらないようにしたいときはこのダブリングをよく使いますね。このプラグイン無料なんでおすすめです。で、ここでバブルベースをローカットしたものですね。で、ここでちょっとしたバッキングみたいな感じで、このアシッドベースをちょっとフィルター開いた感じの音を入れてますね。これはスクリーチですね。これはなんか、名前見る感じだとノイズコントローラーのサンプルパックから使ってるっぽいですね。これもダブリングしてますね、さっきと同じく。これは2個目のスクリーチですね。また2パターン目の違うやつですね。これは多分僕がセラムで作った音を、波形に出して細かく刻んであるやつだと思います。クロスフェードみたいな感じで途中で多分ワップルベースみたいな音が鳴っていい感じにドライブ感がある音になってると思います。これも一緒にサブベース鳴らしてますね。はい。で、この後もパターン一緒で、もうここからドラム入ってビルドアップみたいな感じですね。結構音楽ゲームの曲って時間制限2分以内とか2分半以内とかがあるので、結構もう早い展開でこういうのは違和感なさそうだったら結構僕は突っ込んじゃいますね。ここからは、スネアが入ってって、これは僕サンプラーで鳴らしてますね。だんだんピッチが上がっていく感じでやってますね。うん。そうですね。あとは、ここだけクワイアのパターン変わってますね。次はスイープ系見ていきましょう。ここでは、メインで使ってるプシューって音と、あとはビルドアップに従ってスイープアップしていく感じの音を入れてますね。ここの音が、オートパンでガラ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 ってなってる感じですね。僕このフリーのプラグインでやってますね。けどこれめちゃくちゃいいんでおすすめです。オートメーションとかもかけてすごい遊べるんですよね。例えばなんですけれど、こういう、今このフリー検視のオートメーション書いたんですけど、こうすることによって、だんだんゆっくりになっていくみたいな、そういうこともできるんで、これフリーなんで落としてみてください。おすすめです。めちゃくちゃよく使います、僕これ。FX としては、ここでバッキングみたいなストリングスが鳴ってて、あとはここで時計の音を鳴らしてますね。僕結構やりがちなんですけど、空間を埋めるために時計の音を入れたりします。僕の曲よく聞くとね、ここで使ってるなみたいな、わかるかもしれないですね。じゃあ続いて最初のドロップいってみましょう。でも基本は、イントロとやってることは上物はほぼ同じですね。一個違うとすると、先ほどここで鳴らしてたサブベースをここでは鳴らしてないですね。低音がバッティングしちゃうので、キックと。で、キックを見てみましょう。4つの音で今形成されてますね。で、何が鳴ってるかというと、まずは一番上の結構高い音ですね。これは多分、キック2とかで作った感じですね。おそらく。これは結構ローがしっかり鳴ってるやつですね。これはおそらく、アトモスフィアーズのサンプルパックから使用していますね。メインのベースの音がここですね。で、もう一個最後になってんのが、ちょっとディストーションのハイのチリッとした音ですね。これを組み合わせることによって、この一つのキックが
ってますね。で、リミッター挿してこう、音量コントロールしてますね。結構アタックが出てるんですけど、ちょっと潰し気味で、なおかつ音量を上げる感じでやってます。ここでフィルインが入ってきますね。これは確かコードブラックのサンプルパックから使用してますね。これにディストーションかけて、まあちょっとローカットしてって感じですね。ここもサンプルで、フィルインを2個鳴らしてます。ここはこんな感じですね。で、このキックの刻み方なんですけど、これ結構やっぱり音ゲーの曲は重要だと思っていて、結構、音楽ゲームのハードスタイルってかなりこうキックを拾うんですね。ダダダン、ダダダンみたいな感じで。なんで結構細かく刻んでます、僕はここ。で、クラッシュとかも結構同時に刻んでる感じで、やってますね。これをすることによって音ゲーのね、譜面作る方も作りやすいかなっていうのを考えてますね。で、最後にですね、ここのプラッグが入りますね。じゃあ続いていってみましょう。はい、ここでキックがまた切り替わってますね。このキックはもう最後の、メロディーが鳴るパートのドロップで使ってるキックをそのまま使ってますね。あとはですね、ここでスクリーチのパターンも変わってますね。このスクリーチは結構ね、いろんな音を混ぜて作ってますね。こういうスクリーチっぽい音と、これもスクリーチっぽい音で、はいはいはい。これちょっとしゃくれた音のスーパーソーと、ちょっとデチューン強めのピッチいじってるスーパーソーと、さっきバッキングでも使ってたアシッドの音を使ってますね。これを5つ組み合わせることで、この音を作ってますね。ここで、このですね、リバーブを書き出して、処理してますね、これは。このリバーブをそのまま鳴らしてると微調整が難しいので、僕は結構こう、もう全部書き出して、それでこの細かいノリを作ったりしますね。特にこれらのリバーブのリバースの音を、僕結構好きなんで、この最初の1音が鳴る前に、こう、グワーっていう感じでよく使いますね。はい、続きましては、ここでスネアが鳴ってますね。これはビルドアップで使用したのとはまた違うスネアを使ってますね。結構、ビルドアップの音と比べるとシンプルめで、ちょっと昔の感じのスネアを使ってますね。あんまりこう、主張が激しいスネアにすると、キックと鳴らした時にね、若干ちぐはぐになっちゃうんで、僕は極力キックと鳴らす時はシンプルなスネアを使うようにしてます。後半使っているメロディーとリードがここで一部流れますね。この、先ほどもプラックで後半のメロディーを使ったんですけども、これをやることによってね、この、音ゲーはどうしても曲の展開が速くなっちゃって、展開終わったら、はい次のメロディー、はい次のメロディーみたいな感じになっちゃうことが多くて、僕はそういうのを結構違和感なくやりたいので、こういう、フィル的な感じで、この後半のメロディーを使うことがよくありますね。これをやることによって、この後半メロディーが流れてきても、あそこで鳴ったメロディーが流れてるんだみたいな感じの考え方ができるんで、僕は結構こういうことをしますね。これは後半で鳴ってる、ここと一緒ですね。続いてキック終わった後の、トラップっぽいパートを聞いてみましょう。
はい、このパートなんですけれども、僕結構プレイヤーとしてね、音ゲーをやるときにビートがずっと同じだと飽きちゃうんですよね。特にハードスタイルってずっとこの特徴あるキックが4つ打ちで鳴ってるんで、その飽きを解消するために僕は結構こういう4つ打ちじゃないパートを入れます。で、このトラップビートは普通に、キックとベースが組み合わさったものがあって、スネアがあって、ハイハットは結構細かくなっていて、あとはライドが鳴ってるみたいな感じですね。まあこれは結構やってることは普通かなって思いますね。あとここでスクリーチって言っていいのかな、なんだろう。まあ上物のこのジャギジャギした音を別でまた作ってます。これはサイレンス1で作ってますね。この2個の音をレイヤーしてます。これでレイヤーしたのはこれですね。このパートもですね、さっきのスクリーチのパートで言ってたんですけれども、またリバーブを別でミックスダウンしてノリを作ってますね。これやることによって結構、リバーブのトリック的な使い方ができますね。で、ここの途中で鳴ってるストリングスの音ですね。これ結構特徴的な音なんですけれども、これも先ほどのここのリードと同じ手法で、後半のですね、ここのメロディーを鳴らしています。で、続いていきましょう。で、ここでボーカルが鳴っていて、後半はまたそのクワイアが鳴っていて、はい、ここからですね。ここのキックはリバーブをかけてますね。まあ、これをすることによって、結構このインパクト的な使い方もできますね。ハードスタイルキックを。で、次聞いてみましょう。はい、リードをまず見ていきましょう。リバースの音なんですけれども、これ結構複雑なことをしてますね。一回、インサート抜きで聞いてみましょう。まあ、こんな感じですね。この音は何かっていうと、ここの音を伸ばしてます。この最初の音を。B と G ですね。この音を伸ばして、ここに書き出して、ここで結構エフェクティブに、リバースさせてるって感じですね。はい、続いてはリードですね。まず僕はですね、ポップで鳴ってる音と、このコードを鳴らしてる音、分けてバストラックでまとめてますね。これがコードで、これがトップですね。で、これを同時に鳴らして、またまとめてエフェクトかけてるみたいな感じで、やってますね。まず1個目から聞いていきましょう。これは結構ハモリを入れて鳴らしてますね。まあ、基本的なちょっと綺麗めなスーパーソーを鳴らしてます。で、もう1個が結構このユーフォリック感マシマシな、シンセでちょっと高い音を鳴らしてますね。で、もう1個はこれは結構デチューンかかった感じの、これだけでシンセ7個レイヤーしてますね、どうやら。まあでもなんか基本なんかそんなに変わった感じの音は入ってないですね。結構スーパーソーをたくさんデチューンさせてる感じのトラックですね。で、コードを見ていくと、これ結構ディストーションかかってる音で、僕結構お気に入りなんですけど。結構他にない感じで綺麗になるんで、僕は結構使ってます。あとはスーパーソーですね。まあシンプルな
一番上でも使ってたのとほぼ同じ音を使ってますね。あとはリバーブを結構先導で飛ばしてますね。かなり深めの、聞いてもらえるとわかるんですけど、深めのリバーブかけてますね。ここでもリバーブのトリックをやっていて、ここでちょっとリバーブがうっていうダッキングされてると思うんですけれども、これセンドトラックでですね、ゲインをここで下げてますね。ここのタイミングだけ。で、これはなんでかというと、曲を聴いてもらうとわかるんですけれども、最初のタイミングでワブルベース鳴らしてるんですね、キックと。で、これを引き立たせるためにリバーブのゲインを下げてます、ここで。で、あとはドラムのタム回しみたいなのがありますね。これあんまり覚えてないんですけれども、多分僕がドラムの音源で一から作った音ですね。はい、では続き聞いていきましょう。はい、ここは、なんか音ゲーとしての楽しさを追求したパートですね、ここは。ここのパートはね、かなりこう、作るのに逡巡したというか、難しいなーって思ったパートですね。ただこのパートがあることで絶対音ゲーとしての楽しさは増してるので、結果的に間違いなかったのかなって感じですね。そうですね、このキックとクラッシュと、スクリーチが全く同じタイミングで鳴ってるんですね。すごい、もう絶対ここでこう押せっていう、もう僕からの指示みたいな感じですよね、このパートは。じゃあ続いてビルドアップいきましょう。はい、まずさっきのね、Open Your Eyes の図の部分をこう、繰り返して、ちょっとディレイみたいな感じで鳴らしてますね。あとはこの特徴的な、このストリングスみたいな、オーケストラみたいなパートが一瞬入ります、ここで。一個ずつ鳴らしてみます。と、ビルドアップでドラムも鳴ってますね。基本的なビルドアップですね。ただ4小節しかないっていう、音ゲー特有のめちゃくちゃ短いビルドアップくんって感じですね。ここでオートメーション結構かけてて、ですね、これは後半に行くにつれてゲインを下げてますね。それですね、ここで使っているスイープたちは、一番最初のビルドアップのスイープと全く同じ音ですね。コピペでやってます、ここは。ドロップはこんな感じですね。一番この曲のメインとなるパートですね。ちょっとここにピアノのパートがあるんですけれども、僕ですね、曲作るときにまず最初メロディーとコードから作るんですけれども、いきなりね、リードに音を当てるんじゃなくて、僕結構ピアノで一番最初作ってますね。結構こういうベタ打ちで作っちゃって、で、それをいい感じにリードとキックに当てていくみたいな感じで僕はハードスタイルをよく作っています。キックを見ていきましょう。そうですね、ここも
音ゲーらしく細かく刻んで、あとはですね、このアタックの音を短くして、なおかつ、ローを削って、細かくリズムを取るみたいな手法を僕は使います。リードもさっきと同じ感じでなっていて、バッキングもあって、アルペジオもあるみたいな感じですね。この辺のキックとクラッシュの刻みとかも、なんかこう、より音ゲーを強く意識した感じで細かく刻んでますね。じゃあ続いて聞いていきましょう。まずこのテンポ上がるところのブレイクですね。はい、こんな感じですね。結構な勢いでテンポが上がってますね。155から180ですね。ここでフックとして入れたのが、今までね、全く入ってなかった新しいボーカルですね。このボーカル僕かなりお気に入りですね。これめちゃくちゃいろんな処理したんですけれど、これインサートないんで書き出して消しちゃってますね。インサートとかすべて。おそらくですけど OTT めちゃくちゃかけて、この結構パッキリさせて、後半なんですけれども、このダウンっていうところをだんだんピッチ下げて、なおかつビットクラッシャーでだんだんこう汚してるみたいな感じの処理をしてると思います、これは。ボーカルとここで新しく入ってるのが、後半なるメロディーのプラッグバージョンですね。これがあることによって後半の、速いドロップも違和感なくやってます。後半4小節でですね、またビルドアップのドラムが入ってるんですけれども、さっきのね、キック、スネア、クラップに、プラスして、後半で鳴るね、ハードスタイルキックの、フィルターかけたバージョンが入ってきますね。これをすることによって、ちょっと今までと違うドロップが来るぞみたいなことをね、示してる感じですね。はい、では、BPM180 のパートを聞いてみましょう。はい、全く新しいメロディーと、全く新しいキックが入ってきました。キックを見ていくと、ハイのアタックと、ローのアタック。これはリバーブの成分ですね。確かこのハイの部分の。で、ローの部分が合わさって、こんな感じですね。続いてはリードを見ていきましょう。これリードはね、あんまり変わっていないんですけど、ただ変わってることをすると、このコードが鳴っていないですね、このパートは。先ほどはこうやって鳴らしてたんですけど、ここはコード鳴らしていなくて、もう一個新しいシンセ立ち上げて、ここでカバーしてるって感じですね。で、最終的に一つずつフィルターをかけていって、こんな感じでですね。それでは最後なんですけれども、元のメロディーがただただ速くなって、音ゲー的にはすごいしんどくて難しいパートになるっていう、このラス殺しみたいなパートを聞いていこうと思います。キックは前と一緒で、メロディーも155のパートと全く一緒なんで、あんまりここは変わったことはしてないですね。ただただ速くて難しいっていうパートですね。まあただね、やっぱここの後半のキックのこの辺とかはちょっと凄まじいですね。キックを速くするときは、僕は結構音量を下げてますね。マイナス4デシベルとかにしてるんで。これをすることによって結構ね、長感上、キック連打してもうるさくなんないみたいな感じになるんで、僕は結構
気をつけてます、その辺は。で、最後に、こう、長いベースが入ったキックで終わりですね。この最後のノイズなんですけれども、このビットクラッシャーをですね、最大までかけると、こういう音が鳴るんですけど、ここを書き出して、こううまくくっつけてるみたいな感じのことをやってましたね、おそらく。で、ノイズが鳴って、最後にここのグリッチっぽい音が鳴って終わりですね。以上がヘカトンケールのプロジェクトファイル解説になります。最後にですが、マイマイデラックスへの楽曲収録の機会をいただき、なおかつですね、このような動画の公開を許可してくださったセガ様、本当にありがとうございます。プロジェクトファイル解説はこれからもやっていこうと思うので、この曲が気になるとかありましたら気軽にコメントください。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ゆうたいまいでした。